はい、こんにちは。橋本忍です。今日はですね、石膏型の作り方についてちょっと解説しようと思ってますが、作るのはね、これなんですよ。これがもう結構傷んできちゃったので、同じものをね、コピーしようと思います。で、通常ね、石膏型作る時っていうのは、こうメス型を作って、そこにこう石膏を流し込んでこう作るわけですよね。でも今日作るやり方はちょっと違うやり方なんですよね。今この石膏のこの R ありますね。この R と同じ、ガイドを作ってあります。ちょっとね難しいんですけど、うまくいくかどうかやってみますね。まずは石膏、そうだ、枠を作ろう。これはアクリル板というか、アクリル板じゃないな、なんだろう、アクリル板なんかのプラ板ですこれ何でもいいんですけど、プラ板をね用意して、ちょっと透明だから見づらいですね。そしてこうね枠を作っちゃいます。枠を作っちゃって、ここに石膏を流し込んでいきますね。でこんなに高さいらないので、まずは切りましょう。どれぐらいにしようかな。これぐらい、10センチぐらいあればいいかな。10センチ10センチでいいか。よし、切れました。そしたら一応ね、まっすぐに、ちゃんとまっすぐな辺を下ですね、下にしないと、隙間があるとね、この切った方とかだと微妙に隙間があってね、そこから漏れてくるかもしれないので、なるべくね平らな辺を下にした方がいいと思います。そしたらこれをテープで留めてしまうと、どうしようかな。ここでねちゃんとまっすぐに留めるようにしないと、よし、これで、輪っかがねできました。ここに石膏を流し込んでいきます。いや、うまくいくかな。そうだ、ちょっとこれ測っておこう。これの直径がだいたい27センチ。そして石膏をねこれから作っていくんですけど、石膏の量を決めるときはまずこの体積を求めます。今27センチですね。27センチ直径が。で、高さをどれぐらいにしようかな。高さがこの型でいうと、低いところが3センチちょっと、高いところが6センチぐらいね。意外と高低差が3センチぐらいあるんだ、これで。そしたら一番高いところのね6センチとしましょう。6センチ、高さ6センチで直径が27センチね。ということは、半径が13.5ですね。半径13.5、高さが6。体積の求め方は 13.5 かける 13.5、ね、半径の2乗かける 3.15、 3.14 だっけ練習率ね、3.14、かける、高さで6で、今出たのが 3433.59。3433としましょう。3433
いやもうちょっと口回んないな。3433立方センチメートルですね。そしたら、ちょっと面倒なんで3400にします。3400立方センチメートル、3400立方センチメートルの、型を取るときには 3400g の石膏を使います。もう単純にこの体積をそのまんまグラムに直していきます。僕はそうやってやってます。そうすると、3400g ですね。そして、水なんですけど、水は、僕の使っている石膏の場合は、混水率っていうのかな、混ぜる水が、0.7 あれ何個だった 0.74。 この石膏が、混水率が 74% なので、よいしょ、3400g の 0.74 は 2516g の水です。水が 2516g で、石膏が 3400g、 これでやっていきます。石膏の混水率はメーカーのホームページなんかを見るとちゃんと出てますんで、一応それに沿ってやった方がいいと思います。まずはその後ね、ちょっと自分の使い勝手でいろいろ変えていったりすればいいとは思うんですが、まずは、規定のやり方でやってみましょう。よし。まず石膏を 3.4 キロ測っていきます。石膏はね、保管するときはこうやってね、ちゃんとビニールで、封をしてなるべく湿気を吸わないようにした方がいいです。あとそうマスクした方がいいかもしれないです。普通はね3.4 キロ石膏はね、作ってていつも思うんですけど、こんなに使うのっていうぐらい使えます。なんか計算間違ったんじゃないかなっていつも思うぐらいです。まず1キロ、2キロ、3キロ、はい、3.4 キロ、石膏 3.4 キロ、すごい量ですよね。ほんとびっくりする。そして水が2516グラム、グラムは cc ですね、そのまんま。で、これがまずこれで2リッターと、あと516、これで2. おー、いっぱいになっちゃう。バケツに入れてきます、測ったら。よいしょ。で今2500とこぼれた分、じゃあちょっと足そう。はい、これで2516で水はですね、冷水を使ってください。これあったかいお湯とか絶対ダメです。冷水ですね。一応冷水っていうのが基準です。そしたらここに入れていくんですが、その前にこれをね、ろくろにセットしないとダメだね。これを乗っけてぐっと押し付けたらどうだろう。ちょっと重しを乗っけて、で今ね、じゃあこの下に、漏れ止めの粘土でも巻いていこうかな。そしたら粘土の紐でここにね、漏れ止め、この粘土でね、防波堤というかね、この壁作るのいらないような気もするんですけどね。一応
一応はやっていきます。ここでね決壊するとね結構悲しいことになるので、このやり方はね SNS でつながってる、田中正文さんっていうね作家さんがいて、陶芸家のね方がいて、その人がなんかやってるのをね何年か前に見て、すごいと思ってちょっと真似させてもらってます。田中さんがやってるね動画あるんで、すごいクオリティの高いこう型を作る人なんでね、そのチャンネルもね、リンクを概要欄に貼っておきますんで、よかったら見てください。さて、これで流し込む準備ができました。混ぜるのは、こういうなんだろう、綿棒っていうんですかね、丸い棒がいいとされてますね。あとね、今回そんなに気を使わないんですけど、むちゃくちゃこうエアの混入とかそういうのを気を使う方の時は、僕はふるいを使いますね。ケーキとか使うこういうカシャカシャカシャってやつ、ああいうのとか、あとはもうざるとかでこのダマをなくすようにしますね。今回のやり方っていうか、この方に関しては、それほど気を使わないですね。なのでこのままいきます。一応ねこうパラパラっと入れていきます。こうねパラパラっと一気に入れないようにして、そうすると自然に落ちていくので、勝手にねこうするとあんまりダマにならないです。あとこの入れる作業、これもそんなに焦んなくていいです。これ、混ぜるまではそこそこ猶予があります。混ぜ出してからですね、時間がねいろいろ関係してくるので、まずはここはねそんなになんだけど、ちょっと量が多いなやっぱ。よし、自然にね溶けていくのを、待ちます。この時に絶対混ぜないでください。混ぜるとダマになっちゃいますんで。はい、あと少しです。はい、全部入りました。でね、まだこうやってちょっと中にね島が残ってますけど、これ混ぜないで、これ今沈んできますから、最後ちょっと横着してバラバラしなかったから溜まっちゃったね。でもねだんだんこれ今崩れていってます。今全部入れました。全部入れたらここで、一服してください。ちょうどねタバコ1本吸うぐらいです何分なんだろう、 2,3 分。僕は 2,3 分、いや 2,3 分じゃないな、タバコ1本吸うぐらいだから 4,5 分なのかな。 4,5 分ここでまず置いておきます。これでちょっと馴染むというかね、溶けていきます、勝手に。あとこの石膏のね作業するときはゴミ用のね袋をね用意しとくといいです。だいたいこういうふうに桶に袋をねかぶせて置いたりしますね。あとですね、鋳型材としてね仮石鹸使うんですけど、僕結構ねこういうのはねシリコンスプレー借ります。これはなんだろう、北海道だとね結構メジャーなものなんですけど、シリコンスプレーって探せばあると思います。これをだいたい中にねかけておきます。そうするとね鋳型しやすいですね。よし、そしたらある程度ね時間が経ったので、タバコ1本分ぐらい経ったので混ぜていきます。でこれ混ぜるときはジャバジャバやんないで、
泡立たないように混ぜます。一定のスピードでなんか100ぐらいの BPM の音楽聴きながらがいいんじゃないかっていう話も聞いたことあります。一応なんかあんのかな、1秒間に何回転とかねあるんで、まあ 100bpm ぐらいの曲がいいっていうのを聞いたことがあるような気がします。今混ぜてる感じ、そこに溜まってる感じもなくいい状態に思えます。状態悪い時ってね、そこに溜まってるのがすごいわかるんですよね、沈殿してる感じが。それがなんかネトっとねまとわりつく感じで、今こんな感じ。まあこれぐらいでね入れてもいいんですが、もうちょっと固くしてから入れようかな。メス型に流し込むときは全然これぐらいでもいいかなと思うんですよ。ちょっと今回はねこの先のことを考えるとちょい固めでいこうと思います。もうちょっといけるかな。そっちでやろうかな。ちょっとね、だいぶいい感じになってきました。じゃあ入れていきます。大丈夫か？本当に大丈夫か？で入れるときは、もうね棒を伝わせて入れるようにします。こうですね。そう、やばい、結構ドロドロだ。これでねジャボジャボっていくと空気がね入っちゃうので、こんな感じです。いいね。結界もしてこなさそうだし。よし、いいですね。ちょっと漏れてきた。まあでも大丈夫。この石膏がね生クリームぐらいの硬さになるまでちょっと置いとります。よし、じゃあこれ取っていきます。でこれをペローンと、よいしょ。そしたらこれをですね削っていきます。よいしょ。やばい、ちょっと硬い。やばい、急いで。よいしょ。よし、これで一応できたかな。よし、こんなんでいいと思います。ちょっと上荒れちゃったな。ちょっと荒れたけど、まあこの方には大丈夫かな。ちょっとね今置いとく時間が微妙に長かったですね。もうちょい柔らかければよかったな。
一応ね角もちょっと落としといて、後からねペーパーかければいいんですけど、まあ今やった方が楽かなと。よし、ちょっと見たくないなまあこんな感じですよ。あとはこれまだね柔らかいんであれなんですけど、もうちょっと固まってからちゃんとペーパーで、やってやればそれなりになるかな。はい、というわけでね、一応これでこの元の型と同じ角度の、サイズはちょっと違うんですけどね、同じ角度のものができました。まだ暖かいですけど、こういうね、定規というかね、同じ角度のものを、作って、これあればもうあとはね同じのがいっぱい作れます。こんな感じかな。一応こんな感じで、石膏型完成しましたちょっと作り方荒いなもうちょっとちゃんと落ち着いてやらないとダメですね。あとはこのまんま乾かして、石膏型はねなるべく最初これ水分いっぱい吸ってるんで、最初結構何日間かね乾かした方がいいとは思います。こんな感じで、今日はこういう、ガイドゲージを使ってメス型じゃないやり方で石膏型を作るっていう作り方を紹介してみました。いかがだったでしょうか。じゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画楽しみにしていてください。バイバイ。